こんにちは、ヤクモ太郎です。さあ、やってまいりました。フリーズソウル2023。会場の前にやってまいりました。今日は金曜日の今11時になるんですけれども、並んでます。これからフリーズソウルに早速入ってみたいと思います。では、早速入ってみたいと思います。さて、フリーズソウルの会場に入っていきます。今回は自分で撮った動画を見ながら、のんびりお話ししながら進行していこうと思ってます。まずは、ウォーホルかなみたいな作品が見えますけれども、おそらくウォーホルではないですよね。オマージュの作品だと思います。相変わらず会場広いですけれども、まず大体回り方というか、入って左右に広がるパターンが多いわけですよね、アートフェア。そうすると、左から回るか、右から回るかっていう風なのをまず決めて、5番目に沿うように行ったり来たりして回るんですけれども、今回は右側から入ってますが、動画は割とランダムになってますね。ここはティナキムギャラリーというですね、韓国系のアメリカにあるギャラリーですかね。やっぱりフリーズに飾ってある作品、草間のネット、あとかぼちゃも見えましたね。これがおそらく7億で売られたと噂されている立体のかぼちゃは1個しかなかったんで、さっきのやつがそうだと思うんですけれども、この作品は結構韓国では有名なんですけれども、人間国宝とかのいわゆる陶器を割れたのを捨ててあるんですね。それを金継ぎして作るというですね、結構韓国ではメジャーなアーティストですね。またここは草間さんのブースがあったところ反対側から撮ってますけれども、一個一個の動画が切れてて短いので、なかなか見ながら話すっていうのも難しいなぁと今思ってるんですけれども、アートフェア、そうですね、フリーズもさっきちらっと出たんですけれども、この手前のブースというか、コーナーというか、手前のいわゆるブロックと奥のブロックで分かれているということで、かなり広いですね。あと、やっぱり、個々の価格帯も、やっぱり少し、規約なんかに比べれば高いですね。抽象画も欧米のギャラリー多いんで、多かった印象です。僕の個人的なアートフェアの回り方っていうかですね、いつも、癖になってるというかそういうのがあるんですけれども、まず、最近はね、YouTube 回すようになってからは、まずとにかく一回動画で全部撮るっていう。実際、なんていうんですかね、スマホの画面メインで見てるんで、ほぼ、この動画を撮ってる時は、作品のことはあんまり目に入ってないですね。あと、今みたいに、人混みとかのところは、なるべく人を映さないように頑張って撮ってるんで、ちょっと人がこう、パッといなくなった瞬間を狙って撮ってたりするんで、その一周目、アートフェアの一周目って、動画を撮るようになってからは、ほとんど作品がこう目に入ってはないですね。で、動画を撮って、前まではその1回目っていうのが、まず、バーッとざっくり見る。もう初めから、例えば、入ってすぐ目の前のブースで、その10分、15分とか、この作品はああなんですか、こうなんですかみたいなことはやらずにですね、僕美術館とかでも結構説明とかもあんまり聞かずに、その楽しさもちろんあると思うんですけど、割と僕感覚的に見る方なんで、まず、わーっと、遠目から作品を
一周まずするっていうスタイルなんですよね。で、一周して、それはもう本当に感覚的に、こう、印象に残るというか、なんとなく全体の雰囲気を見る感じですね。あ、ここはあれですね、ペロタンですね。村上さんの、この、立体というか、作品がかかってましたね。やっぱり韓国なんで、パク・ソボとか、そういった、いわゆる、モノ派と呼ばれる人たちの作品も結構やっぱり多かったですね、フリーズの中で。なんかやっぱり作品の、そうですね、韓国らしいフリーズになっている雰囲気もやっぱりありますね。これだけ韓国のギャラリーも出てますし、いろいろなんじゃこりゃっていうのも結構増えたんじゃないかなと。あ、これはジョナス・ウッドの作品ですね。これ1点2000万って言ってましたね。オイルとアクリルとか、いろんなもの混ぜて作ってて、キャンバスボードでしたね。多分大きさは3号ぐらいの大きさだったと思いますね。はい。ジョナス・ウッド好きなので、そこは値段聞いてきましたっていうね。はい。で、さっきの続きなんですけれども、結論から言うと僕は大体アートフェアを5周ぐらいするんですよね。1周目、そのザーッと見る。感覚的に見る。で、2周目、もうちょっとその感覚的に見て、次の週ぐらいでなんとなくギャラリーとアート作品のこのなんていうのかな、つながり、この作品どこどこにあったなっていうのがなんとなく2週目分かってくるんですよね。で、3週目は、この1週目、2週目でなんとなく色の感じとか自分の予想していたちょっとトレンドっぽいのが合ってんのかな合ってないのかななんか僕の見ている方向性が正しいのかなみたいなのを感じながら1週目2週で感じて見ているんですよね。はい。で、動画の方はここから奥のセクションに入っていきます。で、ここで今回すごかったのがキム・ファンギという韓国のアーティストなんですけれども死んじゃってます。いわゆる日本の美大に留学に来て西洋美術を学んで韓国に帰って今のその韓国美術の土台を築いた何人かいるんですけれども、その第一グループというか留学の第一グループのキム・ファンギという作家なんですけれども、韓国で一二を争う高額な、アーティストですね。はい。それがさっきの踊り場というか中間で飾ってありました。特集されてましたね。そういう意味ではちゃんとその韓国でやるフリーズというその土地のそういうレジェンドというかそのちゃんとスポットが当てられるべきアーティストにしっかりとスポットを当てて、これもキム・ファンギですね。そのちゃんとしたプレゼンをしていったのがさすがだなと思いましたね。で、すいません。本当さっきの話の続きなんですけども、アートフェアを5週ぐらいするっていう意味は、1回、2回でだいたい雰囲気つかんで、3回目ぐらいで、まず自分の好きな作品を探し始めますね。もっと詳しくピンポイントで見ていきます。で、4週目ぐらいで、その自分がアーティストとしてここにある作品と、どんかぶりしてたりとか全く同じ方向性だったりとかそういったものがないかっていうのをチェックする工程もあります。あとはこのアイデアちょっと真似しようかなとかここを取り入れてこうした方が面白いのかなみたいなアーティスト目線でそういうのを見てたりすると。で、5回目に最後にさっきもそうでしたけど気になってた作品の値段とか聞きに行くギャラリーと話しに行くみたいなのが一番最後にある感じですかね。はい。もう5回目ぐらいになるともうどこの何のブースにどこに何があったかっていうのが大概わかるようになる感じですね。はい。
ただ今回のフリーズはちょっと広かったんで、あれジョナス・ウッド値段聞きに行きたいんだけどどこだったっけなみたいになってましたね。そうですね、フリーズに関しては、キヤフの時に、今回の話は、キヤフの動画ね、この前キヤフの上がってる動画で、大体今回のこのキヤフソウルについての話はしたので、あまりいいかなと思ってますけれども、それと今回フリーズで思ったのは、この日本でいわゆる現代アートみたいなのでなんかすごいとかって言われる作品とかってどっちかっていうとその作品の絵のパワーよりもこの作り込みの部分がすごい、ちょっとクラフト的な要素、キャンバスの作り方だったりこの側面の仕上げの部分だったりっていうところのこだわり感がものすごい強くて、そこのその製品としてプロダクトとしてのクオリティに対してすごいって言ってる人がとても多くて、でフリーズなんか見てみるとそういうところにこだわってるのはやっぱりこれ日本人特有だなって思うんですけれども、やっぱりミスターとか村上さんっていうところのラインがどうしても強くなってしまっていて、フリーズとかにかかってる絵でその側面がどうのとかその塗りがどうのとかそんな関係ないなって思いましたね。個人的にはやっぱりアレックスカッツね。アレックスカッツって日本でなんかそんなに人気ない気がしますけど、原画をこういうところでしっかり見ると、サイズ感もあるし筆のタッチもすごい生々しくて結構、僕は好きですね。やっぱり版画になると平たくなっちゃうっていうかペラペラ感が出ますけど、原画を見ると印象変わりますね。実はこれね、広山形も版画でめちゃくちゃ有名で、ペラペラのなんかいかにもバブルのっていう感じがしますけど、たまに毎日オークションとかで原画出てくるんですけど、原画はね結構良かったりするんですよね。だからやっぱりこの現場に来て原画を見るというですね、これは大事ですね。やっぱりね、これを現場に行ってアート見るなんていうのは誰もがその本物を見るのが大事だなんてことは分かってますね。ただやっぱり僕の中ではなんとなくいつもこのアートの、アートフェア見たりアートオークション見たりしているっていうところの意味というか、そういうものはなんとなく自分がやっていこうとしてる方向性というか、やっぱりある程度トレンドとかそういうものがあると思ってるので、そういうものが今言ったら最先端の最前線の現場でどういう風になってるのかなっていうものを確認作業と、新しい発見を求めていっているっていう比率が多いのかな。これはあれですね、ピカソのいわゆるドローイングみたいのが並んでたブースなんですけど、アートフェアの会場の中で入場制限みたいな、そのブースだけ列をなしてですね、すれ違いざまにあれ写真撮ったっていう会話が聞こえてくるみたいなね。写真を撮りに来てますからね。今回、フリーズを見てきて、この今の段階でもフリーズで見た感覚と思ったことをとにかく感じた感じとかを忘れないようにって過ごしてるんですよ。サイズ感、色合い、思い描いてたトレンドというか方向性が間違ってないのをまず確信してるわけですね。で、さらにもっとこうであるべきだとか、もっとこうしたいとか、もっとこうした方がいいなっていうものがあって、体験を忘れないように常に過ごしている。だからそれぐらい今回はすごい行ってよかったなって思ってます。気持ちの面でもタイミングの面でも、キヤフの時に話したキヤフとフリーズのその比較現象が起きてるみたいなことも含めて、じゃあ自分はどっちに行きたいんだ、どこを目指すのかみたいなのが間違いなく明確になったんで、このアートフェアシリーズの次回楽しみにしていてもらえたらありがたいです。長いんでね、ここまで最後まで見てる方は少ないと思いますけれども、それではまた次回ありがとうございました。